金坊主でございます。靴押した？はい。ちょっとねバタバタしてますけれども、今日はソロキャンプにね行こうかなと思ってて、今日2月の10日なんですけれども、2月の7、8、9ぐらいとかにね雪が結構降ったじゃないですか。本当はその土日でキャンプ行く予定だったんですけど、高速道路がもう動いてなくて、で下道で行くかってなってくると、そこまでリスクを負って行くのも怖いよなっていう話をしてですね、行かなかったんですよ。なんで雪がすごいってなってキャンセルしてたんですけど、準備もしてたし、やっぱし行きたいなと思う。でも子供は学校で、奥さんは仕事、ソロで行くかと思ったらついてきまして、今日はカモシカオートキャンプ場なんですけど、ジムニーです。はい、ジムニーで行くと。で荷物が結構いろいろ変わりまして、現在、今日、バンガローキャビンサイトに変更してもらいまして、本当はねメラクプロストーブプラスでいろいろとこんなこともできるなみたいなことをしようと思ってたんですけど、多分ね雪やと思うんですよね、まだ向こうで。そこでいろいろやってる間、この子が寒いよなと思って、じゃあキャビン空いてたらキャビンで、キャビン空いてると、出てきたり入ったりこの子はして遊んでもらっとく間に、私はメラクプロを楽しむという感じでいこうかなと思っております。なのでジムニーにですね、今日はメラクプロストーブプラスセットを持ってきてます。でもともとキャビンじゃなかったので、そこにプラス、電気カーペットと、あとオイルヒーターと、それからインナーテントで持っていこうと思ったアメニティドーム M の TC と、それ用の、フロアマットとか全部載してたんですけど、キャビンがあるんで、あと寝袋とかね、その辺も全部下ろしてきました。ストーブプラス、メラクプロストーブプラスは軽自動車にも乗りますと。ただ、乗るんですけど、今上に煙突とかも載してるんですよ。なんで、普通の軽やったら乗るかなと思いますけれども、乗らん部分は上に載してしまえば、でっかい幕ですけどいけると。ただゴニャゴニャしたものを持っていくってなってくると、やっぱきついかなってとこですね。今回だいぶ少なくはしましたけれども、寝ましたんで、ちょっと静かに行こうと思います。甲賀土山インター降りて、今からカモシカオートキャンプ場に向かいますが、一応ですねスタッドレスは履いておりますので、さらに今日はジムニーですから、おうち寒いくない？よいしょってことで、雪はこんな感じで、今から雪かきを頑張らんとあかんかな。いつもEX 行く。すごいな、道はこんな綺麗にしてくれてはんねんな。SC の10って言ってたで。よいしょ、よいしょ。こっからもう、よいしょ。後で巻き替えに行こうと思うから。落ちひんようにゆっくり行くんやんかい。よいしょ。落ちひんような。よいしょ。SC の10ってどれやろ。やば、ちょっとどうしよう。何にもだからちょっと雪がやばすぎてテントどころじゃないぞ、春。前日使ってなかったのが、テント設営する場所がこんな状態でして、とりあえずテント設営をするために雪かきをしました。テント設営やめました。うちの
可愛い末っ子ちゃんがですね、ものすごくギャン泣きしまして、もうバンガローなのでテント設営はやめて、スノーピークの MK ストーブだけを設置しました。MK ストーブは、テントなくてもですね、地べたにも置けるし、こんな感じで IGT フレームにもセットできるので、テントがなくても買う価値はあるかなと思います。カモシカオートキャンプ場、いいところですね。雪が積もっててテント設営は諦めましたけれども、薪ストーブ意外とあったかいですね。焚き火の方があったかいですけども、薪ストーブも意外と外でもあったかいと。あったけーって感じでしょうね。なかなか僕もキャンプ場でこんな人あんま見たことないので、ちらちら見られましたけれども、僕でも見ますね。この人何しに来てんやろうと。キャンプしに来てるのに薪ストーブだけ置いて、デイキャンプかなと。見てください、この足の雪を。もうびちょびちょでですね、カモシカオートキャンプ場は温泉がありますので、4時頃には温泉入りに行きました。もうめちゃくちゃびしょびしょになって、もう3時半ぐらいになったら、雪がすごいから温泉行こうって、ずっと温泉行こうっていう風にねだられるぐらい、楽しく遊んでくれたかなと思います。温泉入ってきまして、今回はね、こんな感じで建物がありますので、温泉から上がってきたうちの末っ子ちゃんはもう中でのんびりとしております。で、私の方はですね、とりあえずご飯作らないといけませんので、前でですね、お鍋を作って中の子に渡して、私は外で作って食べるというような感じで楽しんでおります。薪ストーブ近くで置きゃあったかいんでしょうけれども、あまりにも近いとですね、火の粉も飛んでくるから危ないなと思って、で時々開けてですね、やっぱり寒いので薪ストーブをもう一回つけることにしました。翌日の朝薪ストーブ使おうかなと薪を置いてたんですけれども、いやもうこれ寒すぎると。でさらにこのまま夜ずっとキャビンバンガローの中で過ごすとどうなんだろうというのが自分の中であって、もう夜使ってですね、明日の朝はもう薪ストーブ使わんでもええやと。MK ストーブを使うまで、そのスノーピークの着火剤使ったことなかったんですけれども、すごいですね。どういう成分かちゃんと見てないんですけれども、びっくりするぐらい燃えますね。もうこんな感じで一気にガッと燃えていくので、さすがスノーピーク。これからもこの着火剤ばっかし使おうというふうに個人的に、びっくりしたキャンプギアの一つですね。MK ストーブ、底が17センチ以下やったかなのお鍋とか使えるんですけど、めちゃめちゃでかいマルチグリドル置いてみたんですけど、全然肉が焼けませんでした。はい、多分これマルチグリドルやからあかんのかなと思うんですけれども、今度ちっちゃいねマルチグリドルも持ってるのでやってみようと思いますが、とりあえずこの大きさのマルチグリドルを置いてもダメと。本来はこの左右にですね、部品つけて、こういう大きいのが置けないようにするんですけれども、とりあえず焼けるのかなと思って焼いてみましたが、そもそもテントの中でもないので、外も寒い、外0度とかやったので、外も寒い。薪ストーブの周りもやっぱしテントの中で使うよりはそこまで暖かくなかったですから、肉も焼けないですわね。ってことで普通にバーナーでお肉を焼いて食べます。いいっすね。このぐらいの距離やったら結構暖かかったですね。ここから少し離れるとめちゃくちゃ寒かったですけれども、これぐらいの距離で外で薪ストーブ使うと暖が取れます。そのまま、夜はですね、
薪ストーブ使い終わったらキャビンの中に戻ってねのんびり過ごしましたが、朝起きてですね結構雪降ってまして風も出てましたので、テント設営してないので撤収はもうこいつだけですから結構早く撤収できるかなと思っております。今から灰を捨てていきますが、MK ストーブねちょっと見といてもらえたらいいかなと思うんですけど、こんな感じでですね灰受けの上に部品が乗っとるんですね。薪を乗せておく場所になるんですけれども、その上に結構灰がたまるので、ここの灰を取っていくと。で、この取っ手みたいなやつが一応専用のやつがついてるので、ここでこうパサパサと落としてですね、で、この下に見える部分ですね、が、実際の灰受けになりますので、こんな感じでかき出していくというか、ここに溜めていって、その後捨てていくというような感じですね。両側からできますので、結構ある程度は取れるんじゃないかなと思っております。で、ある程度落としたらですね、もう一回灰受けを引っこ抜けばこんな感じで捨てに行けるというような形になっております。で、長いですけれども、一人でも全然余裕で設営撤収できる薪ストーブかなと思っております。よいしょ。なかなかですね。ジムニーできてよかったなって今思ってます。薪ストーブがうるさい。一応ねスポッて入っててもやっぱこうジムニーの揺れではね揺れます。スタッドレスだけでもいけるんでしょうけど、四駆の方が安心感はありますね。ただ常にいつも雪国で走ってるわけじゃないので、どれぐらいのスピードで走りゃいいのかがわからないので、後ろからもし煽られたら、抜いてもらおうと思います。非常に、撤収は簡単でして、なぜならキャンプ来たのに、テントを設営しないと。で、バンガローを使う時はね時々あるんですけれども、私もね、よいしょ、バンガローは使うんですけど、バンガローって大体4人までとかなんですよね。なんで僕は寝るとこがないのでいつもテントは必ず立ててましたので、テントを一切立てないキャンプは、初めてかもしれませんね。ちょっと他になんか動画上がってていやお前テント立ててへんでっていうのがあったらあれですけれども、今までテント絶対立てたと思うんですよね。ここもあれですけどね、もうちょっと過ぎたらこんな雪もすごくないので、はい、クリスマスの雪降るな。よいしょ。次のキャンプはもう雪降ってないかなというのと、前言ってたかな、あれですよ、エラクプロを普通に使うと。薪ストーブとか入れずに石油ストーブで使いたいなと思ってはいるので、普通に使ってどんな感じかなみたいなのをしたいなと思っているんですけど、ちょっと雪のところ出るまで喋ろうと思ってたんですけれども、電池もないのでこの辺で終わろうかなと思います。チャンネル登録してもらえるとすごく嬉しいです。それでは次の動画また見てもらったり他の動画見てもらえたらなと思います。ご清聴あざした。Nothing out there could ever stop me from chasing after the way you la la la